ボンシューパリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか。2025年の晩秋にパリで行われたイベントの記録を私は大事に温めておきました。今回の動画ではその匠の技の世界を一緒に巡りたいと思います。ところで少し前の動画で私はアールデコ100年展をご紹介しました。すでにたくさんの方々にご覧いただきました。ありがとうございます。展覧会の作品の数々は本当に見事で、再開が予定されている新しいオリエントエクスプレスの内装も素晴らしかったです。あの展覧会では作品がスターでしたけれども、今回の動画では現在進行形の匠の技、そして職人の皆さんが主役です。私は今セーヌ川を渡ってルーブルまで来ました。カルーゼルの凱旋門が見えています。ここから地下に入って行きます。この行列はルーブル美術館の入館を待つ人々のものですね。ですが私はこちらの方に参ります。ここが会場なんです。イベントの名前はサロン・アンターナショナル・デュ・パトリモワヌ・キュルチュレル、国際文化遺産サロンとでも訳せるでしょうか。このサロン2025年で30回を数えます。この年はアールデコ100年目の年ということもあって、入り口にはこの特別展示がありました。現代の職人の方々によって作られた作品です。会場には40以上の職種のブースが335も集まっているとのこと。まるで職人の街がここに出現したという感じですよね。この会場を巡りながら私の心に響いたブースをご紹介していきますね。Bonjour monsieur, votre nom est? Moi, je suis Benoît Marcu, ébéniste, restaurateur de mobilier et créateur de pièces d'exception. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter un stand entièrement art déco et vous pouvez découvrir nos restaurations et nos créations. アトリエマルキュ。パリ近郊に工房を構えるエベニスト、美術家具職人。Ça, c'est du marbre et ça, c'est du chêne. Et là, ça s'enlève. 例えばこちらはまさにアールデコ時代の家具です。アマラントの木が素材になっていて、この部分は金属のプレートがはめ込まれています。そしてそこに七宝細工が施されているんですね。以前はこんな状態だったんですって。こちらも彼が修復したもの。ブノワさんは独自のクリエーションも
展開しています。私が日本人だということで、この作品を見せてくださいました。表面には漆の技法が施されているからなんです。ブノーさんはこの土台の部分を制作して、漆の技術はマチルド・ジャローさんという若い漆職人の方がされたそう。その彼女は今、日本でスキルアップのための研修中だそうです。アールデコ100年展で私は日本の漆の技術がフランスのアールデコ時代の工芸に生かされたということを知りましたが、それが100年後の今も続いているんですね。素晴らしいことですよね。こちらも彼のクリエーション。ここには秘密の引き出しがあるんです。何度も心にくい細工ではないですか。扉の部分には麦わら象眼が施されています。それにしても美しい作品ですよね。惚れ惚れしてしまいます。こちらのブースにも私はとても惹かれました。ステンドグラスのようですが、何やらさらに楽しそうな仕掛けがあります。Je m'appelle Mylène Billon. Je suis créatrice de vitraux et j'ai créé en 2018 un premier spectacle de marionnettes en vitraux. Donc cette idée, c'est de rappeler qu'au début, le vitrail racontait des histoires. C'était il y a plusieurs siècles et j'ai trouvé très dommage qu'aujourd'hui, ce ne soit plus le cas. Donc j'ai eu l'idée d'inventer du vitrail animé pour faire des spectacles qui se destinent à tous les publics. Et mes vitraux sont donc animés par la lumière, par des mécanismes, et je raconte différentes histoires. ミレーヌさん、実際にステンドグラスのマリオネットを動かして見せてくれました。Ici avant, c'est bien peut-être que par devant une fenêtre qui en une despense fut, voilà un scorce, s'y avait eu. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par odeur alléchée lui tint à peu près ses langages. Ah, déoussir que vous êtes. 私はこのクリエーションに感動しました。ただ単に古い技術を受け継いでいるというだけでなくて、そこに彼女がスペクタクルのクリエーションを付け加えているということが素晴らしいと思います。私はこれを見ていたとき、サウンド・オブ・ミュージックのマリオネットのシーンを思い出しました。けれども彼女は日本の紙芝居を意識したのだとか。なるほどと納得しました。Et en hiver, nous trouvons la fable de la cigale et la fourmi. フランスではもちろんのこと、日本でもおなじみのアリとキリギリスの物語。この金属の土台の部分を作ったのがこちらのアレクシスさん。お二人のコラボレーションなんですね。私はこの手元に思わず引き込まれてしまいました。これは16世紀に制作されたタピスリー。その修復の技を彼女はここで披露しています。
この女性のお名前はキャロル・ルデさん。フランスの博物館所蔵品レベルの作品の修復ができる資格をお持ちで、後進の育成にも携わっているというこの道30年の大家でいらっしゃいます。下絵があるわけでもないのに、ためらうことなく彼女は針を刺しています。どうしてそんなことができるのか、私が彼女に尋ねると、この織物を読み解いていると彼女は答えました。そこに残る一針一針の糸が次にどのような方向性を取ったか、彼女にはそれがわかるんだそうです。すごいと思いませんか？これぞまさにプロ中のプロのなせる技だと思います。こちらのブースではジャンマリー・ドールさんと一緒に出展されていました。彼はエスパス・タピスリー・オービュッソンというタピスリーの修復を手掛けるアトリエの代表者。キャロルさん率いるアトリエラングロア・タピスリーと協業して、フランスの名だたるお城や公的機関などのタピスリー修復を行っているのだそうです。オービュソンといえばフランス中央部、中世から続くタピスリーの聖地です。その地名を聞いてピンときた視聴者の方はいらっしゃるでしょうか。以前このチャンネルでシャトゥのフリーマーケットをご紹介した時、オービュッソンのタピスリーの下絵を専門に扱っているシャンタルさんにお会いしました。ジャンマリさんはなんとシャンタルさんのご近所さんなんです。私はこの出会いにとても嬉しくなりました。偶然といえば偶然なんですけれど、もしかしたら必然なのかもしれません。こちらはカーペットソサイエティという床の装飾に特化したユニークな組織。フランス、ベルギーの老舗10社のアーカイブと技術を集結させたものなんだそうです。18世紀のモチーフから現代のデザイナーものまで、アーカイブの数はなんと2万点を超えるそうです。例えばこちらはかつての富豪の邸宅のダイニングに使われていた絨毯のデザイン。それをこのように復刻し、さらにはもっと耐久性のあるバージョンとしてこちらのようなものも制作しています。私はこれも面白いと思いました。歴史的建造物の床というのはおびただしい見学者によって傷んでしまいがちです。それを防ぐためにこのような絨毯を作って覆っているんだそうです。こちらでは椅子の修復が行われていました。18世紀の技術が今でもこのように健在なのだそうです。
la cheville, là, ici, qui remplace un peu ce que l'on a là. Là, on ferme, on serre. Vous l'avez de l'autre côté, à l'intérieur. 興味深いのは、そのような200年以上前の技術を受け継ぎながらも、このように最先端のテクノロジーによって歴史的な名品家具の構造が詳細に解説されているんです。こちらはカーテンレールの専門家の方です。カーテンレールというのは時代とともに洗練されてきています。現代だとこれがプラスチックなどでも作られたりしていますよね。けれどもやはり歴史的建造物などにはそれにふさわしい素材が使われるべき。確かにその通りですよね。そしてこうした専門家が今でもこのように活動していらっしゃるというのがフランスのすごいところだなと思います。会場には MOF フランス最優秀職人賞のブースもありました。Bonjour monsieur. Bonjour. Donc je suis Philippe Pugilan et donc je suis lunetier, promotion 2019. Et donc voilà mes créations qui ont été faites pour le salon. Avec le style Art Nouveau sur le bas et on remonte pour arriver au style Art Déco. こちらは時計職人のブース。熟練の職人さん加えて現在18歳という若い世代の彼がこの世界で活躍しようとしていることが何とも頼もしいなと思いました。エベニストのコンスタンさんとデザイナーのルシルさんがコラボレーションして完成した作品を見せてくれました。さまざまな素材や技法がこの作品に込められていますね。C'est de l'acajou. C'est en acajou et puis on a de l'ébène de Macassar ici en frisage en soleil. Et puis donc on a un raccord du veinage sur la partie haute et basse. On a même travaillé le dessous. Vraiment c'est des vedettes ou des choses comme ça. Voilà. Lui c'est un sale, ça c'est un propre. Avant, après le nettoyage. Bonjour, je m'appelle Frédéric Mang, je fais partie de la société GHM, une société qui existe depuis 1837. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le tableau de la cariatide qui permet aux gens d'avoir un morceau de la ville parisienne, notamment de la Fontaine Moilas. Donc avec la cariatide sobriété, nous avons réalisé un tableau. Et donc vous avez ici la fontaine originale que l'on continue à produire, production qui a démarré dans les années 1870. Il y en a 109 d'installés à Paris. Alors nous sommes également fabricants du candélabre des Champs-Élysées, de l'entrée Guimard pour les métros et du mobilier parisien. なるほど、こういう企業がパリの風景を支えているんですね。こちらは今回のサロンで若手芸術家賞を受賞した靴職人さんです。
ピエール・バティスト・ロスピタルさんとおっしゃいます。コンパニオン・デュ・デュヴォワールというフランス屈指の職人養成ギルドで8年に及ぶ厳しい修練を積み、ベルルティ、マサロ、そしてジョン・ロブといった名だたるメゾンで腕を磨いてきました。そして彼がこれまでの集大成として4ヶ月間情熱を注ぎ込んだのがこのブーツなんです。足の形を包み込む部分は一枚の継ぎ目のない革から成形されているそうなんです。そしてさらに驚くのは60層の革を緻密に積み重ね彫り出されたヒール。まるで彫刻作品のようではないですか。この道具も気になりますよね。これを使ってそれぞれの足の曲線に合わせて木型を削り出すのだそうです。伝統の技が失われつつあるというのは世界中でしばしば聞かれることです。そういう懸念も確かにあります。けれどもこのサロンにいると未来は明るいのではないかという気持ちになります。人工知能やロボットなどさまざまな発明発展がある一方で、やはり手仕事、匠の技はなくならないのではないか。私たちはその技に変わらない魅力を感じ続ける、そうに違いないと思うのはきっと私だけではないでしょう。さて、この動画の締めくくりに美しくてしかも美味しい特別なひとときを添えたいと思います。12月のある日、私はサンシュルビス教会のすぐ隣にあるブティックへ行きました。パトリック・ロジェ。パトリック・ロジェといえば MOF の称号を持つ卓越したショコラティエ。彼のショコラのファンという方も多いのではないでしょうか。そんなフランスを代表するショコラティエであるパトリック・ロジェさんは、実はアーティストとしてショコラを素材にした彫刻作品を次々と生み出しているんです。ただし、チョコレート製の彫刻ですとそのまま保つことはできません。そこで彼は作品をブロンズやアルミニウムの素材に置き換えて永遠のものにしています。その彼が今回女流アーティストのニザ・シュベンモンさんとのコラボレーション展覧会を行いました。展覧会のベルニサージュでは、普段チョコレートの商品が置いてある地上階にも彫刻作品がずらりと並びました。この時、ゲストに振る舞われたチョコレートが秀逸でした。マダガスカル産のカカオを使ったガナッシュにトリュフパウダーを添えたもの。レモンとバジルの風味をつけたガナッシュ。そしてこの白いのはなんとアンディーブを輪切りにしたもの。この発想には驚かされますよね。こんなところにも発展し続けているパトリック・ロジェさんのクリエイティビティを見るような思いがしました。
最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。歴史を継承していく職人さんたち、未来の遺産を作り出す芸術家、伝統と革新、それらが車の両輪のようにして時を刻んでいるパリ。その魅力を少しでもお伝えできていたら嬉しいと思います。この動画が良かったと思われたらぜひ高評価をお願いします。またチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。温かいお言葉、そして寛大なご支援にいつも大いに励まされております。改めて感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。